今回は、幸せを引き寄せる人にフォーカスし、人生に活かせるヒントを見つけようと思います。いつも楽しそうにしている人、いつも悩んでくよくよしている人、周りを見渡すと必ず見つかると思います。どのタイプの人と付き合うかだけでも人生に影響してきますが、自分自身がどう振る舞うかについては人生そのものに影響します。幸せな人の共通点を知り、幸せを呼び込む方法があるとしたら、あなたは実践しますか？この幸せの法則を知れば、今日からあなたも幸せな人の仲間入りです。では、幸せをつかむ人たちの特徴を一つずつ見ていきましょう。幸せな人の表情は常に明るく、笑顔が多いです。幸せな日々を送っている人を思い起こすとき、その顔はキラキラと輝いていて、艶があるように思いませんか？心から湧き上がる笑顔が難しいときには、メイクや服装で輝いている感じを出すことも効果的です。キラキラしたものを身につけて、自分から幸せをつかみに行きましょう。幸せの法則として、幸せを先延ばしにしないということが挙げられます。幸せとは、今の感情であって、未来にあるものではありません。今の幸せが積み重なり、結果的に未来も幸せとなっていきます。今、自分の目の前にあること、そばにいてくれる人、それらに感謝をして、思いやりを持って接することができる人は、心が幸福感に満ちています。自分の置かれている環境や、自分の身の回りにあるものを、他人と比べることを始めると、人は、途端に不安になります。不安な状態は、幸せとは反対にあります。つまり、人と比べるような状態を自らが作り出さなければ、幸せに近づくということです。世間の雑音は心を乱しますが、それを受け入れるか受け入れないかは自分で決めることができます。人と比べないことは、幸せの法則の大切なポイントです。失敗しても、立ち止まらずに行動し続けることができる人は、最終的に幸福にたどり着きます。知識は、何よりも宝になる、そして重荷にならない、生きていくための力です。幸せになるために行動を起こしても、すべてが、最初からうまくいくとは限りません。物事が思い通りに運ばなかったとき、おそらく、多くの人たちは失敗と捉えるでしょう。しかし、幸せの法則を持って生きる人たちは、失敗から学び、成長し、最終的には成功するという考え方をします。失敗は、成功の源、大切な要素です。自分の考えや行動に自信を持つには未来的思考が必要です。未来的思考があれば、考え方のベースができ、どんな事態が起きても、冷静な判断を下すことができます。できないと思っている人が何かを成し遂げるということは、決してありません。できると自分を信じて目標に向かい、日々それを楽しみ、それに打ち込む。他人に影響されることなく、自分が心から正しいと思うことを信じると、心は満ち足りて笑顔も生まれるのです。幸せになりたいとは誰もが思う願望ですよね。しかし、自分の幸せとはどんなものであるか、しっかりと認識している人は、どのくらいいるでしょうか。幸せと感じることは、人それぞれ様々なのですから、それぞれの人がしっかりと、自分だけの幸せをしっかりと認識していなければ、いつまで経っても、ぼんやりとした幸せしか巡ってこないのが幸せの法則です。静かに、自分の心の声に耳を傾け、自分だけの幸せを認識しましょう。自分が楽しいとか、幸せだと思えるような未来の瞬間を、想像して引き寄せることが大切で、例えば、好きな服を着たり、お気に入りのアクセサリーや香水を身につけてみたり、楽しい予定を考えてみたり、
自然と笑顔になって、幸せな気持ちになってきませんか？自分で、自分を幸せにできることは、思いのほか、たくさんあります。自分のことを、誰よりも理解して支えてくれる人間がどれだけいるか、それによって幸福度は大きく変わります。幸せとは、一人で得られるのには限度があります。心を許せる大切な人と幸せを分かち合い、共に喜ぶことで、その幸福感は倍増すると思いませんか？幸せは分け合ったからといって減ることはありません。その幸せのエネルギーは循環し、さらに大きなものとなって、またあなたの元へと戻ってきます。エネルギーというものは循環するものです。幸せは分かち合うことで大きくなる。これはとても大切な幸せの法則です。これらの特徴をまずは真似てみて、自分を幸せにすることが上手になってきたら、その幸せを積み上げていきましょう。あなたに起こる出来事のすべての答えは、あなたの中にしかありません。最強の幸せの法則は、自分の人生を生きるということです。この動画が、あなたの人生にプラスになることを願います。今回の動画は、これで終わりとなります。よろしければ、動画のシェア、チャンネル登録、高評価ボタンのクリックをお願いします。コメントもお待ちしています。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。